ついにこの日がやってきました。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、オートウエストエンドです。 BMW X5 へのオーバーフェンダーの取り付けです。3年ほど前に中古で購入したんですが、その時は純正の19インチがついていてフェンダー内に収まっていました。その後追加で20インチのリムを購入して取り付けましたが、ご覧のようにはみ出してしまっております。今回2万円の社会品のオーバーフェンダー購入しましたので、取り付けをしていきたいと思います。 Tell me that's a legitimate plate, please. I got it at the souvenir shop. 青空修理をしているとね、よく話しかけられます。それが楽しいんですけどね。はい。先の尖った工具で軸を押し下げていくと、周りのね膨らんだ部分もまっすぐ伸びてパーツから取り出すことができます。一番端っこのリベットはタイヤとの隙間がとても狭いので結構大変です。僕の購入した社外品のオーバーフェンダーにはリベットの穴が開いていませんので、純正品のパーツを参考に穴を開けていきます。やはり分厚いオーバーフェンダーの方がね、筋肉感といいますか、重厚感があっていいですね。今回はとりあえず塗装をせずにそのままつけて、そして復活台とかそういうのを使えるかどうかいろいろ試しながら様子を見ていきたいと思います。僕の X5E70 の前期型でバンパー含め下回りが車両の塗装と違うんですよね。全て統一して塗装をするという、やることリストに入れておきたいと思います。この社外品のパーツ、必要最低限のものしかついてないといった、そんな感じです。果たしてちゃんとつくのか、恐る恐る取り付けています。はい、なんとかはまりました。第一関門突破という感じですが、作業してたら今度はファンキーなおばちゃんが話しかけてきました。Yeah, fender flares. Oh, fender flares. Yeah, it's like a kind of slim. The wheel is sticking out a little bit. Oh, And then, I see. yeah,
Mine is that one. Cool. The colorful one? Yeah. I think I wanna put indigo maybe here with orange. Yeah, on the other side is another beautiful paint. On that truck, Yeah. it's going to be painted too, so I'm getting ready for that. I mean, like the black truck? Yes. Or yours It's too? going to be. なんかもう僕のしようとしてるカスタムが笑ってしまうぐらいもうド派手にやっていますが、話を聞いてると結構有名なおばちゃんらしくて取材を受けたことがあるということで、リンクをね一応貼っておきます。気になる方はチェックしてみてください。はい、話を元に戻しましょう。これ押し込むと表面に段差ができてしまうので、このパーツ自体の裁断方法がねちょっといびつだったので、そのせいだと思うんですが、ここ平らに合わせた状態でリベット穴を決めないといけないなと、そんな課題が急浮上してきました。リベットで押し付けて止めた時にこの隙間が消えてくれるのか、これも経過見ないといけないですね。視聴者さんから純正のパーツと照らし合わせてリベットの穴を決めていけばいいかもしれないとアドバイスいただきましたが、なんせ僕の社外品のオーバーフェンダーだいぶ裁断がいびつなので、どこを合わせていいかがねちょっと見えなかったので、今回はねこのテープを使った方法で位置決めをしていきたいと思います。仮にオーバーフェンダーが透明でしたらね、この車両の穴が見えて印つけることができるんですが、もちろんこのオーバーフェンダーつけてしまうと穴が見えなくなるわけなので、その裏に隠れている穴の位置をどう探し当てるかと。この状態で穴の上に貼ったテープが後ろに隠されています。オーバーフェンダーを取り外してそのテープを折り返せばオーバーフェンダー上にねその点が来るというそんな方法をとってみました。口での説明分かりにくいと思いますので映像で伝わればなと思います。こういった薄手の樹脂製の手袋は消えてくれるんですが、繊維でできている特にね軍手とかは危ないので皆さんも気をつけてください。
テープ折り返す時にこのオーバーフェンダーの厚みの分も加えてプラスされて出てしまうので、若干折り返す長さをね短く取る必要があったようです。仕上がり思ったより汚かったので、ビットの太さ少しずつ太くしていきます。はい、そしてパンツにも穴を開けると。というのは冗談で。以前リベッターの使い方の回でも紹介しましたが、このリベットの軸にギザギザの溝が掘ってありまして、そこの部分まで引っ張り出さないと止まらない構造になっているんですよね。そこまでいかない状態でリベットの軸を切断してしまうと、先ほどのような状況になってしまいます。これも引っ張りが足りない先ほどと同じ状況です。リベッターが引っ張ることによってリベットの軸が切れる位置はいつも一定、このギザギザが始まるところです。
じで押さえながらもう一方で引っ張ることによってリベッターが行っている動作を再現できます。奥に合わせてしまうとこのフェンダーオーバーフェンダー自体がね引っ込んでしまうんですよね。でも外側に合わせると外側に出してる分遊びができてしまってぐらつくという、どっちをとっても難しい、そんな感じでございます。細かい点完璧ではありませんが、全く合わないとか見た目がとてもいびつとかそういうことはありませんでした。タイヤがオーバーフェンダー内に収まるようになりました。純正と比べると隙間結構違いありますね。黒い車体の場合はそこまで目立たないかもしれません。ちょっと不安になってきますよね。クリップが全くない。でも収まりはねフロントよりもいいんですよね。はい、作業進めていきます。もう太陽が目に入って眩しい眩しい。個人のガレージで LED の照明の下やりたいですね。先日のこの穴はオーバーフェンダーのくぼみを参考に開けましたが、結局開けなければいけない穴の位置は違ってました。一箇所だけにしといてよかったとほっとしています。
押さえている方の青いツールはリベットのこのお皿の部分、フランジにしか当たらないように気をつけています。オーバーフェンダーに、当たると傷が入ってしまうかもしれません。ランニングボードとの相性も良くないかもと視聴者さんとコメント欄で喋っていましたが、大丈夫そうですね。では施工していない左側と比べてみましょう。はい、いいんじゃないでしょうか。暑さと喉の渇きと、あとトイレ行きたい、あと携帯も充電したいっていうのでね、休憩挟むことにしました。カフェにちょっとねお邪魔しに行きます。
切り込みが向かい合って入っているので、オーバーフェンダーをスライドして外せるというそんな構造ではないみたいです。なのであそこ壊れるの結構必然なのかなという感じもします。うまくパネル外しヘラをねこう差し込んで外せば大丈夫かもしれません。過去にクォーターパネルあたりをねこう補修しているような感じもありますが、もう今の現段階でももうすり傷といいますか結構ひどい傷があるので、よく補修されてきた経歴がある車両なのかもしれません。はい、無事施工完了ということで、気になる点といえばこの部分ですかね。何か間にフォームとかそういったものを挟んで遊びをなくしてまたリベットを打ち直すというのがいいのかなと思います。またねクォーターパネル外したりとかいろいろ作業しそうなので、その時までお預けで今回はねこのまま様子を見てみようかなということにしました。ではビフォーアフターご覧ください。こう見るとリアはスペーサー入れたくなりますよね。やりたいことつきませんが一つずつやっていきたいと思います。というわけで今回は2万円の社外品のオーバーフェンダーを取り付けてみました。今回の動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。